これこんな入れていいの？せーの。はい。うわー。だこうだ。うわー。やばー。面白い。どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。東京生まれ、千葉育ち、千葉ニアンに行ったことがないさやです。千葉ニアン通るたびにさえ行きたい言うよね。でも千葉ニアンが何なんだかよく分かってないんです。だけど、千葉から生まれた地層。言ったらダメ。なんでいいだろ別に。千葉ニアンってなんだろうって他県の人がみんな千葉ニアンってなってるところを困惑させて。でニュースになってたけどね、結構ね。一回調べるっていうアクションをさせることで、また千葉の観光地を一つ千葉についてね、観光地ってそう一つ皆さんにね刷り込みが成功しているということで、ということで今回ですね、こちらでございます。こちらでございますって言って多分ギリギリ映ってないんですけど、今回こちらこんな感じでポーリングアートって書いてありますね。どうしたらどこで仕入れてきたんだい？いやそこら中のアマゾンから。西松屋かい。西松屋だけには売ってねえだろこれは。ぐいぐい。多分こっちが先に上がってると思うんですけど、破裂したやつの生き残りたちです。すごいサバイブって感じ。で今回やっていく企画は、絵の具ダバダバ垂らしてポーリングアートチャレンジ。というわけで今回はポーリングアートといってですね、絵の具をとにかく垂らす。今これもうね、中にそのポーリングメディウムっていうのが入ってて、普通のアクリル絵の具よりトロトロしてて、あ、そういうことなんだ。そう、絵の具の色同士が混ざらずマーブル模様ができる。ポーリングメディウムがあらかじめスチューディオアクリリック絵の具に混合された水性アクリルペイントですという。後半のなんか専門用語感すごかったけど。でこれいろいろねやり方があるとは思うんですけど、今回はまずはこのカップポーリングっていうのにチャレンジしていきたいと思うんです。このカップに絵の具をたくさん入れていくと、いっぱい色が混ざらずに入っていく。その中に一部シリコンオイルっていう、なんか油を入れるんですね。でそれをちょっとだけ垂らして、これをキャンバスにポーンやってパーンやると、すごい絵の具がジャバーンなってかっけーっていう。急になんか、分かりやすいだろう。いや本当なんか急に国語辞典破り始めたんだけどさ。そうだよ。それが本当にできるのか今日はやっていきたいと思います。やったー。それではカップポーリングやっていきたいと思いまます。ポーリング。ーす。はい、ではここに揃えたるは全部ね、千葉県産で揃えたね絵の具たちでね、地産地消というのをね、地産地消って書いてあるけど、最近ね千葉の地書いてね、千葉よくやってるけど、今回はペベオっていうメーカーのポーリング絵の具を買ってこの間弾けたんだけど、これ別にペベオが悪いわけじゃない。配送の時のいろんな不運が重なって弾けた。あ、そうそう、なんか地球のありとあらゆるバタフライエフェクトが発生して、何が起きたか本当に分かんないのであれなんですけど、であとはシュッチュルアート。これなんかさ、マーカーチャレンジの時にシュッチュルアート買ったよね。本当に読み方がわからない。シュッチュルアート、シャトルアートみたいな、シュットゥルアートみたいな。でこれもなんかね、ポーリングできるセットみたいな、もうなんかすごい混ぜる用のマドラーもあるし、あとなんかカップが優しいの。カップになんかメモリがついてんだよね。でもこれ本当にこの先は未知なんだけど。でもエルサも言ってたし、未知の旅へって言ってたし大丈夫だよ。気持ち悪いなそれ。そう2と1が混ざってる。でシリコンオイルっていうのを入れると、簡単に言うとこんな後ろのついてるこの感じ、セル模様みたいな感じになるみたいなんですけど、ちょっと分かんないのでやってみる？とりあえずやってみよう。どっちからいきます？でもやっぱりゲイさんの方がさ、色彩センス輝いてるからさ。俺がやるの先に。いいよ別に。じゃあ一色ずつ選んでやろうよ。自分の色を作るんじゃないんだ。夫婦の共同作業かと思う。いいよ、共同作業するか。じゃあふざけない、誰かを困らせるとかそういう思考をやめる。でちなみに今回はポーリングアートっていろんな模様ができるらしいんですけど、ただポーリングアートだけで完成させるのではなくて、最後キャライラストも混ぜて作品を完成という感じでやっていければと思いますので、いきましょう。これ結局だって色は自分で決められるけどさ、あとはもうだって重力に任すしかないんでしょ。そうなるよね。でもそこのテクニックってどうなるんだろう。じゃあ白大量に入れてみる。まずなんか言ってよ、怖いから。でいきますよ。もうこれでいいの？白でいいの？それさ、蓋が開いてないわ。じゃあまずここにリベンジ。出てきた。お、すごい。本当になんかマジトロトロやん。可愛いね。なんか可愛いね。なんか結構白入れちゃったけどどうなんだろうね。なんかダイナマイトわかんないわ。とりあえずやってみようか。2色目。はい、じゃあ2色目さやさん選びます。ピンク。やるね。いいでしょ。好きでしょ。なんかよそについたけど。まあいいよ。なんかさ消えゆくよ。
え、下に沈んでくね。いなくない？外から見てさ、ピンクさ入ってる感じしなくない？中に入ってる感じがするね。もう自我を失ってるピンクが、はいはい。上から見るとこんな感じ。このさ、ちょっとオイルをどのタイミングで入れたらいいのかが分かんなくて、ちょっと一回入れてみる？分かんないじゃん。それたっぷり入れんの？いや、数滴。数滴？もうなんかすでに中でセルっぽくなってるね。数滴なの？まあ数滴かどうかはあ、ちょっと本当だ。やっちゃった感じもあるけど。離脱してる。でもここに合わせる色でいいのであれば、これか？絶対それだと思ってました。一旦これ2000円くでしょ。ださい。なんでね。はい、じゃあ次行きましょうわー。これこんな入れていいの？だってさ、こんなに入れたってさ、どう考えたってキャンバス1面以上あるじゃん。これほぼ無駄だよね、だって。あ、でもそういうアートか。そういうアート。そういうアートか。うんそこに何入れんの？これ何？これはグレーです。あ、グレーか。でシルバーとグレーだったら。シルバーがいいなのがなんか相性良さそう。なんだ、シルバーいるなら言ってよ。わ、なんかすごい色。わー。これどうする？セル入れてみる？セル好きね。でもさ、何色まで入れるとかっていうのも。いや別にそんなのお前の感性よ。俺の感性。しかもこれ交互に入れてるからタッチ悪いよね。とりあえずさ、これでやってみる？もうやる？でも確かに結構入れたか。かなりやばいかな、これ。じゃあ一回やってみようか、これで。一回やってみよう。ね、さあ。いける？いける？これいける？マジでいける？大丈夫？服物とかさ、めんどくさいからやろ？大人だからさ、そういうことばっかり考えちゃうんだよね。いいよ、めんどくさいから。そんなこと考えたらこんなポーリングアートできないよ。大人だから。大人ぶってこういう時ばっかり。本当にそう。人一倍大人みたいなこと考えないくせに。本当にそう。傷ついちゃった。ツン。でもまたすでにここが綺麗なんだけど、もう。なんかね。ね、いきますよ。はい。せーの。はい。はい。ひっくり返しちゃった。いきます。せせーの。うわ。うわ。やば。すごっ。これをどうする？じゃあこれを、待って。これをなんかこうああだこうだするんでしょ？ちょっと待って。じゃあいきます。はいああだこうだ。あーだこうだしてね。ああだこうだ。うわー。やばー。面白い。めちゃくちゃ僕が好きな模様できてない？なんかね、そんな感じ。僕がいつもデジタルイラストでさ作るような模様ができてる。でなんか思ったよりピンクが強くなるんだね。確かにこれポーリングアートって本当はね全面ドバーっていった方がいいんだけど、いやでもなんか面白いねこれは。すごー。でも待って、絵の具さ足んないんじゃない？もっと入れてもいいのかも。もっと入れてもいいのか。このサイズだったらもっといってもいいのかも。でもこれなんかさ自然の動き以外でやるとなんか違う感じになりそうだよね。あ、そういい感じじゃない？でもまあこのなんか逆に僕たちはキャライラストも入れるって考えたら余白があっても面白いか。頑張れ重力、頑張れ重力。本当に地球ファイト、地球ファイト。うわー、すげー。はい、ということでじゃあ一旦初ポーリングアートはじゃあこんな感じで。めっちゃ綺麗。でも綺麗ではあるね。おもろー。ただシルバーがちょっと濁らせてはいる感じはあるね。あ、そうね。でもなんかこれがなんかより、闇っぽさは出たね。あ、そうなんかここがゲンさんの好きなポイントな気がしない？そうだね。はい。ということでじゃあこれはどうしたらいいんですか？ポタポタって。はい、ちょっとこれをどうにかしていきましょう。やばー。はい。いくぞー。じゃあ次今ちょっと練習でやったんでちょっと足りなかったかというね。7回分入れてもいいのかも。これ 210cc のラインか。ここまで入れてみてどうなるかをやってみましょう。今度はお互い好きな色で作ってやってみるか。いきまーす。はい、じゃあまずいきます。やばい、終わるだけ。乳搾りみたいなね。ちょっと。確かに牛の乳搾りみたいになってる。次僕はこのオレンジでいきます。オレンジいきたいんで。いいね。待って、ここに一回シリコン入れるか。シリコン数滴。これ黄色にしちゃおう。はい、これですごいたっぷり。ちょっと楽しいな。現代社会では味わえない楽しさ。ストレス発散。ストレス発散、大発散。あ、もうごめんね、もうピンク入れちゃったわ。何も言わずに。今白、黄色、ピンクまで入れました。あと私の情熱もちょっぴり隠し味。あ、じゃあこれに入れよう。する。これまたさっき入れたやつ。最後にシルバーでも入れたいなっていう。あ、待って、私の点々点欲しい。で、これ最後ちょっと僕仕上げにもう一回シルバーチャレンジしてみます。シルバー。さっき入れすぎて濁ったんじゃないかなと思って。なんかもうこのさ、青とさこのオレンジさめっちゃ原産って感じだよね。お、そうや、メタリックブルー入れるんだ。そう、ちょっとね、だいぶ攻めるね。そう、だいぶ攻め色を入れた。でまたそれでポタつきたい。ポタポタ。あ、なんか入れすぎ。なんかポタポタというかなんかダバダバって入れちゃった今。私ってそういうとこあるんだよね。小さじこれくらいやろってなって暮らしちゃってるからさ。じゃあ次やってみますか。行こう。
じゃあさっきと同じサイズのこれでやっていますよっ。おい、いいよ。なんかシェイクみたいで美味しそう。ねえ、せーの。うわー、やばー。やば。あ、やっぱりいいんじゃない？多くて。多いのはいいかも。古代に暮らす生き物の細胞って感じする。めっちゃ綺麗。あ、なんかでもいい色になったかも、ちょっと。ていうかなんかこの青が一箇所に固まったの結構いい。ね、なんか色汚くね、やっぱり。シルバーが悪さしてんのかな。ちょっとシルバーが全体的に入っちゃうんだね、下に。なんかこう色の下に入れる入ってる感じ。タイミングの問題か。なんかこの細胞感はなんか薄いね、ちょっと。やっぱもっとボタボタ入れた方がいいじゃない？そうなのかね。なんか数滴とか言ってたのに、そんなことないんかな、じゃあ。でも数滴ってさ、正直言って無限の意味をしてるからさ。まあ、数滴だからね。そうそうそう。ゼロ以上のことを数滴と言ってる可能性もあるから。でもすごいよ。これ普通に額に入れてさ、トイレとかに飾っといてみ、なんかおしゃれなご家庭ですねって感じになるって絶対。確かに、そういう感じではあるね。そう。はい、ということで、僕の次のターンできましたけど、じゃじゃーんなんか、すごいことになったね。キャラクターを描くという意味では、かなりいい下地にはなってる気がする。ね、ちょっと待って、あとね、傾けるとどんどん変わっていく。うわー、よし、じゃあさやさん、初さやさんだよ。確かに。そうで、失敗しても泣いても笑っても泣いてもさ。ずっと泣いてる。いくよ。頑張ってください。こうして、乗せて、そうそうそう。で、それで、ひっくり返すと。はい、せーの。はい。おい、いいね。いいよ。置いて、で、やめる時も健やかなる時も、ポーリングアートのカップを外すのが怖い時も。外しなさいよ。怖い。最初はグー。じゃあ最悪やるんだよ。いくよ。はい。せいさん、さあ行け。初ポーリング、いきますドン。うわー、何それ。やっぱアメリカのお菓子みたいなの。アメリカのお菓子だ。これでもあんま長いと濁るかも。やばー。うわ、やばい色してる。やばー。悲しもうガン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 。い。やばうわ。ー。キモい虫の色してる。ちょっとすごいな。待って、アマゾンに住んでるキモい虫の色なんだけど、これ。マジで。いいね。キモい。側面綺麗だ、側面。側面に絵描く。すごいな。いいな、いいな。でも結構僕は好きな色だけど。この辺でこのタレをさ、残しとくってなどう？そこタレ残しとくとおしゃれかもね。端。ギャ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 ーン。すごい。これゲイさんに譲ろいや、譲んないでよ。ほら、目で帰ってきた、帰ってきた。いいね。なんかだんだん好きな感じになってきたよ。これなんか等高線みたいでさ。確かに。でも一回ぐらい底抜けに綺麗な作品も作ってみたいな。なんかさっきから僕たち結構混ざってるもんね。ね。色が。うわ、メタリックすごい。やばい。じゃあさやさんここに。でも案外嫌いじゃないかも、これ。ほんと？ほんと。乗る？これ。乗る乗る。いくよ。はい。責任重大だよ。これマジでね。はい。傾けると柄変わるからね。よし、さやの完成。べちょべちょ。最後もう一個だけやりたい。どうなるかな、これやりすぎかな。F6 いる？いや、もう今回は F6 だとちょっとでかすぎた気がしたから、これだったらすぐ1回でドバっていってもう綺麗なまま終えられるんじゃないかという説を提唱しますそしてこれを置いて、せーの、ほい。はい。おはみ出た。もうダメ。なんかすごい。なんかすごい。よし、行きます。はい。一気に行きましょう。うわー、一気にやりきって、混ざらないで、そんなに混ざらず一気にいってください。すごい。この色を残したまま。はい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 。過去一好きかも。めっちゃいい。できた。過去一好きなのできた。いや、待って、表面張力してるぐらい液体なんだけど。やりすぎだね、もう。でもこれ、でもめっちゃいい、めっちゃいい。もう誰もそれ一番好きなのができた。めっちゃ綺麗じゃない？綺麗だけど怖い。これいつ乾くのマジで。本当に。3年後。世界のピザ持ってきた。はい、ということで今終わりました。いろいろとポーリング、カップポーリングはこんなところにして、4枚かな。これだと、4枚できたので、乾いたら上からまた加湿をして
最後キャラクターイラストにしよう。上からっていつ終わるのっていう。ダクダクすぎて。いやマジでやばい。これ乾くまで1週間ぐらいかかりそうなんで、一回乾くの待ちたいと思います。でなんかもうプルプルしてるもん。であと今せっかくポーリング絵の具がいっぱいあるので、これを使ってできる別の企画も今から同時に撮っていきたいので、それはまた別の動画でご覧ください。じゃあまずは一旦感想を待ちましょう。はい、感想何年かかるかな。来週にはかけるかな。でも来週ちょっと際どい。今さ梅雨なんだよね。いやそうなの。来週週明けきついかもちょっと。梅雨、さあということで完走しました。やったね。完成ではない完走。感想まずドン。僕のやつ結構乾燥したらまた雰囲気変わったんじゃないですか。オイルの部分がさちゃんと浮き出て、しかもこうなんかやっぱちゃんとシルバーしてる、キラキラしてギラギラしてる、すごい好きな感じになりましたよこれは。ね、星の表面みたいになるんだよな。いやわかる。ちょっとおもろいよね。ね、これ木星臭い。確かに木星苦戦だぜ。苦戦だぜ。はい。でそしてさやの一つ。さやの一つ目こちら。はい。すごい。これもなんかすごいね。地獄って感じする。でもなんかいいね。これもシルバー入ってんのか。そう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 。なんか魂抜けてないこの辺。なんかね、でも何の絵描こうかな。あとちょっとこれね、上にシリコンオイルがねなんかまだ残ってて乾いてないやつ。これはちょっと描く前には拭き取った方がいいかもしれないです。あ、そうだね。でまあこんな感じと、はいで僕が1個丸いやつにやったやつですね。こちら。これすごいよ。これなんかすごい感じになっちゃったわ。ほら。細胞って感じする。ね。いやでも現なんかちょっとね好きではあるんだけど、だいぶ無秩序になったからかなりやばいというか、なんか怪獣の断面図みたいになってるね。これなんかさ、目ギュッてした後に目つぶるとこんな感じの映像出てこない。さあ大丈夫、病院行った方がいいんだよ。いや出てこないだろこんな。ピシャピシャなんかキラキラみたいなの出るけど。あ、そうそう。これなんか特別なんか模様が出た感じあるね。これはねあれなんですよ。多分全体にドバッて一気に行き渡ったんだよね。これとかはさだいぶ頑張って伸ばしたじゃん。確かにね。このキャンバスに対してはかなり多めの量が一気に乗ったのでこんな感じに。真上から落として動かさなかったからこんな感じだったのか。色のどす黒さみたいなのが出ましたね。ちょっとやっぱりさ宇宙っぽい空気出るんだよな。もしくは細胞みたいな。でもそれってもしかしたら真理なのかもしれない。かもね。自然に任せた模様だから近いのかもしれない。そんな感じと、これすごいぜ。ででこれマジですごいなんか。見てこの辺なんかねゴッホ。いやわかる。なんか色味がちょっとゴッホのね。ゴッホ感。ゴッホ系の。この辺モネ感。この辺ゴッホ感。そういうテーマがあるんだ。そう。カエルのお目目みたいな。ここさカエルがいる湖に見えるもん。いやなんかそう。すごいな。ね。これなんかあれ交差させて垂らしたやつだよね。あ、そうそう。どうにかこっちの方まで行き渡らんかと思ってなんかここめっちゃ傾けたらこうなった。今回ちょっとね僕たち思ったのがシリコンオイル入れすぎたんじゃないかなっていう。あ、確かにね。ちょっとこう池になりすぎ。そうなの。こういうなんか模様の出来方がちょっとシリコンオイル入れすぎてるんじゃないかなっていう気はしてるんだけど、これはこれでなんかまあかっこいいというかおどろおどろしい感じになったので、うまく生かしていければなと思います。いやでもこれ自分でやろうと思ってもできないよ。そうだね、できないねこれはなかなか。なのでかなりいい仕上がりにはなりつつ、もちろんこれで作品とする方もいると思うんですけど、夏目さんちはここからちょっとねキャラクターイラストみたいなものを載せて完成ということにさせていただければと思いますので、じゃあこの後描いていきたいと思います。さあということで書いていきましょう。はい。ぬりぬりゴリゴリ。もう全然シャーペン乗んなくてびっくりした。いやもう本当に上の油でギュリギュリしちゃってもう。そう、シャーペンとかさ、鉛筆でさ上描くやん。そう。指でなぞっただけで全部消えるんだよね。なんでとりあえずもうアクリリックマーカーを使ってもう一旦乗せていって指で伸ばして乗せて伸ばしてを繰り返してこんな感じで乗せてっております。もうねアクリリックマーカーが悲鳴を上げているのが聞こえたよ。いやでも全然僕の方は実はねちょっとここ色が薄かったのでそんな感じもせず。ああそうね。もうこれは全体のイメージはなんとなく当たりをつけながらもう先に色をのせちゃうっていうスタイルでやってます。かっこいい。はい。であとはもうこっからガンガンペン入れをしていくと。黒が入っていく。そう。ここねやっぱ最初から決めてたのはこの自然にできた形に対して黒でどんどんペン入れをしていくっていうのを決めてたので、そんな感じでやっております。ゲイさんがなんかこれ気持ち悪いって思っちゃう人いるかな、大丈夫かなってそれはちょっと気になってる。ずっとそうなんかやっぱこう結構肉壁的な感じにすごいしてしまったので。いやそうね。いやでもまあ絶対に自分では描けない感じがあって。そうなんだよね。そしてさやさん、さやさんは本当に下書きが全く乗らなくてもういいですって言って、ちょっと下地がね濃いんで先になんか白っぽい青を置いて、そこからどうにかしれっと整えていこうという。そう白が下の色をね透かして下地となってるからなんかこう自然に馴染んでる感じがしてなんかやっぱ下地あるのいいなって思いましたけどね。あそうそうそう。いやでも下地の置かないと多分ねもう乗らんと思って。
でこの下地塗ってる時のアクリリックインクが本当にかわいそうだった。まあでもこんなもんでしょ、はい、絵の具って下地塗っていく時ってね、これね一応なんかね、横に iPad でねなんか大体こんなの描こうかなと思いながらね、それをこう見ながら、描いてるんだけど、やっぱねちょっとね濃かったね下が。いやでもすごいどんどんいい感じになってる、ね、そうそうそう、これを何に見立てようかなっていうところで、川水なんかいやいいよな。そうそう。さやはなんかこう横に捉えて、僕は正面に捉えてっていうところでなんかこうそうね、面白いよね。私は結構ね、どこの向きからでもねなんかこうたよたってる、たよたうなんか名画シリーズみたいな話したじゃん、なんかゴッホっぽいね、モネっぽいねみたいな。でもなんか最終的にはなんかオフィリアみたいな、オフィリアみたいな感じの構図になってますね。ミレーっぽいねみたいな。でね、そういうなんかおしゃれな表現方法に乗っかるわ私。はい、なんだかちょっと書いててさ、ちょっとこれ大丈夫かな、エッティじゃないかなって。いや大丈夫でしょ。大丈夫かな。ということで終わりました。ポーリングアートでできたキャンバスに加筆して完成したイラストこちらです、せーのドン。おー、いいんじゃないですか。なんかかっこいい。なんかもともとなんかこれは設定、予定していた？してたよ、もちろん。ここからこうやって女の子出てくるやろうなと思いながらバシャーってやるわけないんですよ。ここがちょっとこういう風に分かれて見えたんですよね、最初の状態見てる時から。だから次元の肉壁っていう設定なんですけど、これそう次元をぐしゃーってかき分けて移動してくる女の子です。怖い。そうだからなんかこう中に入ってるのがさ、普通のセーラー服の女の子なのか、またちょっとそわっと。僕はなんか徹底的にいつも同じものばっか描くんですけど、なんかセーラー服の女の子がいることによって現実との地続き感出てめっちゃ良くないっていうのが。そうそうそう。一応現実世界にいそうなんだけどいそうじゃないっていう、どこに置いても様になるっていうのがなんかセーラー服の女の子だと思ってるんだけど、これ次元粘液っていう設定。次元を超えるために体に一回コーティングしなきゃいけないっていう設定。そういうね。いいね。まあそんな感じで今回はこの次元の狭間からこう現れる女の子みたいなイメージで描きました。お目目がいっぱい。そうなんかポツポツいっぱいなんかこうシリコンオイル使いすぎてできてしまったこの丸いところは全部目にしていこうと思って、この次元の狭間にいる生物たちです。なんかコントラストが効いていてかっこいいわ。一応これピカピカはしてますね。ツヤ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 なんで、このアクリリックマーカーね、これだけですね。最近夏目さんちが非常に多用している。めちゃめちちゃ使ってもめっちゃ楽。80色も入ってるし。はいって感じで僕は今回こんなんです。かっこいい。さやのめっちゃ良くないか。書いてる途中も言ってたんだけどさ、ずっと文句言いながら書いてた。さやは文句言ってたけど、僕めっちゃこれ好き。オフィーリアのさ、ヤバいバージョンみたいな感じで、エッチな音が流れてくるじゃないですか。これもなんかさ、ヤバめの皮だよね。スライムみたいな粘土がありそうだよね。めちゃくちゃ良くないかこれ。でもこの人布巻いてるだけだから多分ここはだけちゃってるね。ツインがよかった隠れてた。いやこれもすごい、さやの絵の中でこの雰囲気は出てこないよね。そうだね、普段こんなん絶対出ないじゃん。なんかすごいいいんじゃない。すごいどうしようってなった結果こういう感じで、なんか新境地ですよこれはね。なんか褐色男を水に流すという、褐色男水に流れる漫画のタイトルみたいな。めちゃめちゃいいと思うけど。ありがとうございます。はい、でもこんな感じで。めちゃくちゃいいんじゃないですか今回。なんか楽しかったね。2人とも別の次元からやってきてる感じあるよね。ね。すごい楽しいチャレンジになりましたね。絶対自分では生まれないよな。てか書こうと思わないからな。そうだね。特にさやなんかそうだよね。そう、一から設計した時にここにこの模様を入れましょうとはならない。絶対なんだよね。でもよかったんじゃないですか。いやよかったんじゃないですか。これはいい楽しいチャレンジです。まあちょっと準備が大変だけど。でもね、でもそうついてたもんな。そうセットがポーリングアートキットみたいなの買えば全部ついてくるから。お掃除もね楽ちんシートみたいなのもねつけてくれてたから。そうめっちゃ楽だからぜひねこれは皆さんもチャレンジしてみてください。はい、おすすめこれは。これはおすすめ。ぜひ遊んでみてください。遊んでみてください。そしてトイレに飾ってみてください。トイレに飾んなくたって。